カップのエースが出ましたね。素敵なカードが出ましたよ。はい、次のステージ、次の章に向かうんですね。そこはめちゃくちゃ解放された世界なんですね。さそり座の皆さん、愛情面高まってますよ。はい、皆さん、こんにちは。レイコライトです。お久しぶりの動画です。星座別リーディング、何ヶ月かリフレッシュのためにスキップさせていただいていましたが、9月分よりまた再開したいと思います。チャンネル登録をしておいてくれたみんな、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝しております。リフレッシュとこれからやっていくことの準備をしていました。YouTube って投稿の間が空くとどんどんチャンネル登録が減っていくもんなんですけどね。どこまで減るかなって見てたんですけど、思ったよりもそのままにしてくださってて、とっても嬉しいです。これからもレイコライトは楽しみにしてくださっている方にお答えをしていきたいと思います。それから今回この動画で初めましての方、ありがとうございます。本当にたくさんの星の数ほどの動画がね、存在してますけど、その中でここを見つけてくださり、ちょっと見てみようかなってなってて、そしてこんなところまで、喋りのところまで飛ばさないで見てくださっているのは、やっぱり何かがあるからだと思います。今月をハッピーに生きるヒントを持っていてくれたら嬉しいです。もちろん、リーディングは万能ではありません。全人類には当てはまらないです。当然ながらこれは他のすべての動画にも共通していることです。YouTube では大勢の方に向けたメッセージを発信していますからね。受け取る人によっても正解が変わってきます。しかし、ご縁があって、波動があって、この動画を飛ばさないで見てくださってると思うので、あなた様にとっての何かがここにあるんじゃないかなと思います。世界ではいろんなことが起こっていて、不安だったり辛かったりって方もいるかと思いますけど、まずは自分で自分をハッピーにしていくっていうのが基本です。ということで、今月を最高に生きるヒント、ハッピーに生きるヒント、動画に散りばめていますので、キャッチしていただけたらなと思います。はい、9月使っていくカードはこちらでございます。カードデッキは、概要欄から私の楽天ルームに、URL 置いてますので、そこから気になる方はチェックしてみてください。はい、それではさそり座の皆さんのリーディングです。はい、このように出ました。では開けていきましょう。今回から使っていくカードがですね、こちらです。ユニバーサルウェイトタロットデッキです。こんな風に缶入りでとても扱いがいいです。それからサイズが結構小さくて画角に入りやすいんですよね。こうシャッフルもしやすいです。もしご興味ある方は私の概要欄に載せておきますので、よかったらご覧ください。じゃあ開けていきましょう。はい。おお、カップのエースが出ましたね。素敵なカードが出ましたよ。はい。ハイプレイスですか。はい。ワンドの10のソードの10ですね。面白いですね。面白い関係性です。それからこちらがワンド2のワンド1。はい。ページか。ワンドのページですね。これです。運命の逆位置ですね。それから、はい。ソード。ペンタクルスのクイーン。はい。バンドが結構出てますね。それからあと2枚出しておきましょう。でこちらがはい
ペンタクルスの5。このようにね、出ました。それでは読んでいきましょう。はい、では見ていきましょう。今回、ケルト十字で出してます。十字、十字ってこうカードをね、出してますね。こちらかな。大アルカナが今回1枚ですね。運命の輪の逆位置です。映るかな。タイミング待ちですね。タイミング待ち。来たるタイミングのために整えておく必要がある。タイミングが来た時にさっと乗れるように整えておくことがあるよっていうのが伝えてくれてることになります。まず、はい。それで現状がすっごいいいカードなんですね。カップのエース。はい。これは気持ち感情のカードの1番のカードですね。とてもエネルギーが強いです。気持ちとか感情とか目に見えない部分、そこに、意識がいっているという方も多いのかなと思います。現実的なことよりというかリアルなことよりですね、自分の気持ち、心、幸せ感とか安心感とかそっちを大事にしている様子というのが出てます。そして流れとしては過去、現在、未来、こういう流れがねできてるんですが、過去のところに2ですね、ワンドの2の逆位置出てます。これっていうのは迷っている感じ、何か迷っていることがありましたか？迷っていたりとか優柔不断な様子だとか、どうしていいかわからないというカードが出てます。過去のところに。そこからの現状がカップのエース。ちょっと見る方向、視点を変えているという方も多いのかもしれないですね。なかなか迷ってよくわからないから、視点を変えている、注目するものを変えているという方も多いかも。それ何かっていうと、自分の心の回復を優先しているという方も多いんじゃないかなと思います。はい。でもとてもこうね、満たされたカードなんですね。なんで、9月満たされている状態というのは作れると思います。はい。ですからこのもやっとした感覚、なんか決まんないなとか優柔不断だなというところから変わって、心を満たしていくとか、自分の心が喜ぶ方向に意識を変えていく、そんな状況におられる方が多いんじゃないかと思います。そしてこれっていうのはですね、とてもいい未来につながるんですよ。ワンドのページ、聖地が出てます。はい。ここでね、ちょっともやがありましたが、この先、面白いことを見つけられたりとか、ワクワクドキドキする体験をつかめたりとか、とてもね、こう上がってきますね。テンション上がってきます。それから行動できなかったとしたら行動できるようになる。そのように出てます。すごいいい流れですね。なので、今月ってとっても大事だと思います。来たるタイミングのために自分の心を整える、温める、癒す。そういったことがとっても効いてくる時です。はい。で、これがここにいましたね。大アルカナ2枚か。2枚ですね。両方とも逆位置です。ハイプリエステスの逆位置がここにいます。なので、心を満たす、回復させる、幸せ感を感じきる、そういった状況というふうに言いましたが、これはね、何とお伝えしようかな。このカードっていうのは逆位置ですとちょっと厳しくなりがちとか白黒つけたくなっちゃうとかね、そういうところなんですね。だから、あえて言うと今月はあんまりジャッジしない方がいいかもしれないですね。決めつけない。なんか決めたくなっちゃう感じがします。決めたくなっちゃう。白黒つけたくなっちゃう。白黒じゃなくてグレーだよっていうことを伝えてくれてるんですね。100ゼロじゃなくてその間のいい塩梅というところでしょうか。そういった感覚を大事になさるといいと思います。それが来ておりますね。白黒つけない、決めつけない、神経質になりすぎないというところでしょうか。そうすると今月ってとっても生きていきます。
なんだかエネルギーが結構ですね、特殊なんですよね。特殊っていうか、やっぱりこのカードがね、伝えてくれているように、タイミング待ってるんですよ。何かこの先にですね、あなたが掴まなきゃいけないものがありそう。そのために、それをしっかり掴める自分になるために、いろんなところを整えていかなきゃいけない。そんなとても重要な時期です。そうですね。そのようにお伝えをします。はい。そして、ここに行きましょう。意識ですね。これ表層意識の、逆にこちらは潜っている意識、潜在意識、それを表します。ご自分自身の意識を表します。はい。これ両方とも10なんですよね。10なんですよね。意識を変えていく途中なんだろうなと思います。やっぱり。意識を変えようとしている。見るところ、意識するところをこう変えていく状態の方が多いんじゃないかなと思います。それをね、感じますね。で、このカード、これは10本でもういっぱいいっぱいっていう感じです。なんかいっぱいいっぱい。もうこれ以上持てない。ちょっと減らしていかなきゃと思っていたりとか、このままじゃダメだなって思っていたりとか、減らしていく、取捨選択していく、そういったことが何か意識に上がってきそうです。で、その心はというかですね、これですね、潜在意識。ソードの10の逆位置。そうそう、これっていうのは、最悪な状態はもう終わってるっていうことですね。それから、今までやってきたことがもう終わっちゃってるっていうことを自分で気がついていて、また新しく始めるしかないっていう思い、そんなことを表します。ですからこことちょっとつながりますね。多分ご自身の奥底ではもういろんなことを変えていかなきゃいけないとか、このまま今のままではいけないっていうことが分かっている。それから何かね、こう最悪っていう状態があったとしても、もうそれ終わってるってことを自分で分かっている。はい、だから新しくしていくだとか、荷物を減らしていくとか、シンプルにしていくとか、一新する必要があるっていうことを気がつかれてる。そのように伝えてくれてます。これが表層意識なんで、ちょっと忙しいとかですね、やることが多いとか、自分の受け持つことが多すぎるとか、そういった思いにもなるかも。また違う角度で言うと、ちょっとね、こう思いよ大変だよ、やることいっぱいあるよ、忙しいっていうふうに思ったとしても、だけどこれずっと続かないって思ってたりね。こんな感じもとてもしますね。はい。もう第1章から第2章に変わっていくっていうことを思われていて、だからこの大変さもずっと続かないなっていうのを気がついてる。そのように伝えてくれてます。気がついてるっていうことがこう表面に上がってきてるかはちょっと分かりませんけども、もうね、心の奥底では状況が変わってる。辛かったこと、ショックだったことあったとしても、もうそこから回復してるって出ております。だから気持ちの回復、心の回復をしている真っ最中の方も多いのかもしれないですね。そのように伝えてくれてます。辛さがないんですよ。そうそう。今回の特徴として、カードいっぱい出してるんですけどね、全然辛さがなくて、大変さが解放されていくっていうことばっかり来てますよ。だから、ここでどうしていいかわからないとか言ったんですがね、何か、ここもちょっと大変なことがあったのかなっていうふうに思ったりもしますが、解放されていく流れにいることは間違いがないですね。ここ最終結果ちょっと飛びますが、最終結果で出してるカードがね、めちゃめちゃ開放的な、この未来に向かって開いてるカードが出ているので、解放に向かうための道のりというか最終段階というかですね、これからどんどん軽やかになっていくっていうことを伝えてくれてます。これとってもいい流れだと思います。すっごい開放感ですね、ここが。ちなみにこれは成功の兆しとか未来への期待を表すカードなんですね。今月
やるべきこと、最後のやるべきことかもしれないですね。それをやることによって次のステージ、次の章に向かうんですね。そこはめちゃくちゃ解放された世界なんですね。それを見ているさそり座のあなたがいらっしゃる。だから本当はね、もう分かっている方が多いと思います。これを見るに。辛い状況が終わっているだとか、最悪って思っていたことはもう終わってるんだよっていうことを自分で気がついていく時なのかもしれないですね。それを伝えてくれています。はい。で、こちらが、あなた様の状況、立場とかそういったことを表すんですが、そうタイミング待ちなんですよね。これからやってくることのための準備だったりとか、今この9月に何か印象的なことがドカンと起こるというわけじゃないんだけど、この輪がこういうふうに正位置になる時のために準備しておく、それが言われています。準備期間を設けてくれているっていうのがこの運命の優しさですね。それを感じます。で、一方こちらが7ですね。ソードの7の逆位置。そうですね。なんか周りはうまくやってんのに自分だけなかなか進まないって思っちゃうかも。そんな風に出てます。これはね、ソードの7の逆位置ですから、周りの人とかですね、何でしょうか。周りの人ですね。周囲の状況。みんなすごいうまいことやってんのに自分はなかなか動かないなっていう風に思っちゃうかも。それが出てます。しかし、初めに言ったように、心を整えるとか回復させるとか調整させるとか、そして次の段階に備える準備するっていう時なんで、動かないとしてもそれが当然だし、それが仕事なんですね。今ここにいてやっていくことがあると。だから焦らないでっていうことをお伝えしたいかなと思います。周りがすごくスルスルうまくやってるようにちょっと見えてしまうかも。それが出ています。そしてね、こちらがクイーン、ペンタクルスのクイーンか。今月の、期待とか不安とかあなたが思うことですね。ペンタクルスのクイーン、今までお話ししたこととねつながってきますが、このまま動かなかったらどうしようみたいな思いもあるかも。変わらなかったら、変わり映えしなかったらどうしようみたいな、そんな心配があるかも。早くやっちゃいたいだとか、周りと比べて自分は変わり映えしないとか、動かないなっていう感覚から来るのかもしれませんが、ペンタクルスのクイーンの逆位置ですね。このまま全然変化しなかったらどうしようっていう思いが出てきそう。そうですね。それから他のカードを見てもそうなんですが、自立っていうのが来てますよ。こっちもそうだし、自立っていうキーワード、今何か感じる方もおられるかなと思います。自分でやっていく、自立していく、そこに対しての心配があったりとか、それから変わりたいけど変わりたくないみたいな思いもあるんですね。ここもそうなんですが、荷物を少なくしていく、今持っている責任とかやることとかですね、そのあたりを少なくしていく方がいいって出てるんですね。しかしなかなか執着が出てきて、それを捨てられないっていうこともあるかも。実際にそれはやることとか物とかですね、リアルに物かもしれないし、価値観かもしれないし、古いものが捨てられない状況というのを表してくれてます。捨てたいけど捨てられないみたいなところでしょうかね。そんな葛藤を感じるカードでもあります。分かっちゃいるんだけどなかなか変われないとか手放せない、そんな思いがありそう。はい。おそらく準備期間を経て、この後大きく解放されていく、大きく飛躍していくっていうご自身を勘のいい方はもう感知してると思うんですね。だからこそこういうふうに、変わりたいけど変われないどうしようだったりとか、手放していきたい、変わっていきたい、重いものを手放していきたい、軽やかになりたいっていう思いがありつつも、なかなかそうもいかないんだよねっていうその葛藤があったりね、そういったところが出ています。
はい、それからここで最終結果、さっきもね、お見せしましたが、これものすごくいいカードが出てますね。ソードじゃない、ワンドの3の正位置。はい、これは言いましたようにですね、今ここにいて、この先の未来を見据えている。成功の兆しとか表すんですよ。なんで、未来が明るいカードなんですね。今月は、さそり座さんは、この先の解放された感覚とか、明るさっていうのを見つけるんだと伝えてくれてます。で、同時にね、この補足として出しましたカードも同じく解放なんですよ。はい。これはソードです。ソードの8の逆位置。この世界観としては目隠しされていて、剣が刺さって出れないよというところですね。これ逆位置で良かったですね。このカードというのは、解放、つまりマイナス思考から、脱却できるとかね。それから自由になっていくっていうカードなんですよね。なんで自由、解放、明るい未来、ものすごくいい結果が出ておりますので、そこを自覚されるんじゃないかなと思います。これから解放されていくとか自由になるとか、そんなところをつかみそう。そのようにね、カードが伝えてくれてます。それから妄想とかちょっとここと似てるんですが、ぐるぐる考えちゃうとかですね、建設的じゃないことをなんだかずっと考えちゃうなっていうところがあったとしたら、そこも外せますって伝えてくれてますよ。マイナスの思い込みとかですね、しがらみからの解放、それを伝えてくれてます。とってもいいと思います。今月というのは、さそり座のあなた様自身が解放されていくために、いろんな意味で解放ですね。考え方かもしれないし、実際に現実的に何か起こっていることに対しての解放かもしれませんが、ですね、解放と自由のためにすごい重要な時間なんですよ。だから味わって、しっかり今月を味わってやっていっていただけたらなと思います。すごいタイミングはこの先にありますと伝えてくれてます。そしてこちら。今月の対策ですね。ペンタコスの5。このカードが出てます。聖地で出てます。これは、今までお話ししたこととちょっと変わってくるかな。そうでもないかな。ペンタクルスの5っていうのは、現実を見ましょうっていうカードです。現実を見て、現実を対処していく。それが今月のラッキーアクションです。はい。それからこれ、ペンタクルスなので、お金、経済的なこと、物質的な豊かさを表すカードであります。それこれ不足を表したりするので、お金とか経済的なことの確認ですね。確認をしたりとか、そこから目を背けない、何か対処する必要が出てくる。それも伝えてくれています。それからやっぱり自立っていうキーワードがすごくきますね。自分でやっていくっていうのがありそう。現状を見て、現状を把握して対処していくっていうことと、それから自分をごまかさないっていうことですね。なぜかそのようなことも今受け取りました。そのままを見るですね。そのままを見る。そのようにも伝えてくれてます。この先がとても開いています。自由とか解放っていうのがめちゃくちゃエネルギーとしてきておりますので、そこに調整していくために今月やっていくことがありそう。向かい合っていくことがありそうです。準備しておく。来たる時のために準備をしておく時ですね。素晴らしいものが来ますね。そしてその準備だからといって、そこは別にどうでもいいってことじゃなくて、ちゃんと幸せを感じきる。でもそれもできるんですね。カップのエースが出てますから、ご自分の心、気持ち、感情、それを大事にして温めて癒してというところが出ております。はい、では次ですね。お仕事、活動面、それから愛情面、最後に今月のラストメッセージということで3回オラクルカードを出していきます。はい、それではオラクルカードを出していきます。まずお仕事活動面。
2枚出ましたね。そして愛情面です。すぐ出ますね。はい、開けていきましょう。お仕事活動面。はい。先ほどの星座さんでもなんかこの組み合わせで出た気がしますね。あれ？ザ・オラクルズ・ギフト。それからザ・ストーリーテラー。この2枚が出てます。で、愛情面が。はい、アマゾナイト。Loosen your grip。なるほど、なるほど。執着、手放すみたいな。さっきもあったキーワードですね。このアマゾナイトが出てます。ちなみに私の今日のブレスレットもアマゾナイトです。シンクロですね。はい。それから最後にこれは引きましょう。今月のラストメッセージ。このように出ました。はい、まずお仕事活動面です。ザ・オラクルズギフト。お茶ですね。紅茶ですね。お茶でも飲んでゆっくりしましょうみたいなイメージのカードです。そうすると、すごいアイデアが降りてきます。神のアイデアが降りてきます。そんな感じでしょうか。ですね。今回、どうだろうな。ちょっと忙しい感じも出てましたかね。ワンドの10聖地。やることがいっぱいあるよっていうことだったり、ちょっとあれもこれも思いたくさんあるっていう感覚がある方もおられるかもですね。そういう方に向けて特になんですが、お茶でも飲んでゆっくりしましょう。その方が生産性が上がるし、効率も良くなるし、それから今自分が思っているその外側にある想定外のところ、そこからのひらめきが落ちてくるよっていうことを伝えてくれてます。はい。緩ませると入ってくる。そんなイメージもありますね。なんで、固定観念にとらわれない。それもお伝えしたいと思います。それからこのカードの意味としてもそうなんですが、カップなんで感情なんですよね、やっぱり。さっきも言いましたね。さっきご自分自身のその状況というところに出てましたのがね、このカードでしたね。カップの S。同じようなカードが出ましたね。カップのエース。カップの中にこのようにお茶が継がれておりますが。はい。なんで気持ちとか心とかですね、そういったところが割と大事になってくるよっていうことですね。お仕事活動面。で、共感性とか優しさとか思いやりとか親切さとか、そこがお仕事面効いてきますとお伝えしたいと思います。はい。皆様様々な活動、それからお仕事されていますが、何か当てはまることがあるでしょうかね。気持ち面、心、ソフト面というんでしょうか。共感性とか、人の話を聞く力だとかですね。なんか愛情の交換みたいなところですね。それがお仕事面で今回生きてきますとお伝えをしたいと思います。それから答えは想定外にある。自分の価値観の外にそれはある。それも伝えてくれてます。で、お仕事、今探していらっしゃるという方は、いつもと違うパターンだったり、想定外にあるかもしれないですね。なんで、なおさらお茶でも飲んでゆっくりする時間っていうのを取っていくといいと思います。緩むと入ってくる。そのアイデアだったり、そのきっかけだったり。はい。オラクルっていうのはなんて言ったらいいかな。神のみたいなことですからね。自分の考えだけじゃなく、他の部分ですね。宇宙からをダウンロードするっていう言い方をしますが、そんな格好で自分にないアイデアをひらめきで落とすっていうところ、それを伝えてくれてます。はい。同じですよね。すごいシンクロですね。それから一緒に出たカードこちらですね。ストーリーテラー、語り部って言いますね。これ文章を書いたりしてんのかな。書く、語る
トーク、なんか文章を書くお仕事の方もおられるのかなと思います。お仕事の業務で文章を書くとかね、それからライフワークだったりとか何かご趣味かもしれませんが、書く、語るというところが来ておりますよ。はい。なんかいいものが書けそう。いいものが語れそうです、この時。どちらかというと、こうね、前にわーって進んでいくというよりかは、調整するということが、今回とてもいいアクションになりますので、こう自分の中に溜めたものをストックしたものを出していく時なのかもしれない。語っていくとか、書いていく。それが来ておりますよ。お仕事活動メール。何か参考にしてくださったらいいなと思います。共通してますね。こんなバラの花があるし。書く、語る、発信するっていうことが、お仕事面、なんだかね、きっかけになりそう。そのようにお伝えをしたいと思います。だから実際、もう今、何か発信されているとか、語る、喋る、それから、書くっていうことをされている方は、追い風が吹いていますね。追い風が吹いています。そのようにお伝えをします。そしたら愛情面いきましょうね。アマゾナイトです。Loosen your grip。これ、握ってる手を離すっていうことですね。なんで執着を手放すです。キーワード、執着を手放す。先ほど、ペンタクルスのクイーン、その逆位置が出ていて、なかなか手放せないっていうところがあるよっていうのが出てましたね。そういう気持ちが出てくるだとか、というのが出てましたが、変わりたいけど変われないだったりとか、手放したいけど手放せない、捨てたいけど捨てられないみたいなところ、そういったちょっとした葛藤というのかな、そういうのが気持ちとして出てくるとお伝えしました。ちょっとそことね、似てきますが、手放すがラッキー、執着を手放すがラッキーと出ております。様々な形で、受け取れるかと思うんですが、愛情面なので、いろいろなパターンでご覧くださっていると思います。お相手がいらっしゃる方、これからという方、そしてご家族愛でご覧くださっている方もいると思いますが、軽やかにいきたいですね。ずっと昔からの価値観で物を見るとか、相手に対しての対応をずっと変わらずにいる、何か手放さないでいるものがあるとしたら、それ話していく方が今回はいいと伝えてくれてます。それからご家族で見ていらっしゃったら、可愛い子には旅をさせろみたいな感覚ですね。はい、握りしめている手を離しましょうと伝えてくれてます。これはいろいろなパターンで受け取ってくださるかなと思います。相手を束縛しないとかね、その方が逆にうまくいくとか、そういったこともあるかもしれないし、それからずっと何かね、気にしていること、何か手放せないでいること、それが執着になっていませんかということも伝えてくれてます。そのように感じたら、話していくっていうことが、これからの愛情運を上げていくこと、素晴らしいご縁を引き込むことのアクションにつながりますと伝えてくれてます。だからこれボトムちょっと見てみましょうかね。これ出した後のカードの山の裏。ローズコーツが来てますね。愛情の石が来てますよ。オープンアップ your heart。心を開く。そうですね。今回これで言わなかったですね。これオープンハートの意味合いもあります。心を開くことがね、できやすいんですね。今回。そのエネルギーとしても解放とか自由に向かっているんですね。その過程でありますと言いましたが、ご自分自身心を開くっていうことがしやすい時なんですよ。心を開くオープンハート。それっていうのはつまり愛の究極だったりもするので、そのあたり受け取っていただけたらなと思います。愛情面高まってますよ。このカードも相思相愛のカードでもあるんですよ。相思相愛カード。それでこれが来てますから、さそり座の皆さん、愛情面高まってますよ。よかったですね。はい。手放すと入ってくる。
ですね、手放すと入ってくる。それもお伝えしたいと思います。愛情面来てますね。そしたら最後またこのね石のカードで出していきますね。今月のラストメッセージ1枚出しましょう。これって言ってくれましたよ。はい、行きましょう。何でしょうか。オープン。はい、ターコイズ。なるほど。プライオリティーズ、ユアヘルス。健康を第一優先にみたいなことかな。健康を大事にできました。ちょっと色が似てますけどね。そうか。回復とか、心を癒すなんてことを言いましたが、ちょっとつながる方もいるかもしれないですね。はい。自分自身の健康を最優先してくださいって最後来ましたよ。はい。これラストメッセージです。はい。今月っていうのは、今言いましたように自分のこのハートをね、温めるとか癒すというそんな状況におられるし、心を開いていかれる状態だし、癒すことができる、そういったタイミングということもお伝えしましたが、最後にやっぱりちょっと近いことですね。あなたの健康です。健康を一番大事にしましょうって伝えてくれてます。はい、このように出ておりました。繊細な方が多いかなと思います。これ繊細さんのカード色ですね。ターコイズというカードが出てきてくれてます。はい、9月のさそり座の皆さんのリーディングでした。この動画が役に立った、それから楽しかったという方は、何かね少しでも良かったということがありましたら、チャンネル登録とグッドボタンで応援をよろしくお願いします。それから見ていただいて、アウトプットということで書いていただければ、コメント欄にね何か書いていただければとっても嬉しいです。はい、では最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。何回か見ていただけますと、その時にまた違ったメッセージが受け取れることもございますので、よかったらご覧になってみてください。ありがとうございました。